皆さんこんにちは。ジャパニーズアベニューへようこそ。ナビゲーターのたけるです。こんにちは、みゆです。この番組では皆さんの知的な冒険心をくすぐるような様々なトピックを深く、そして面白く掘り下げていきます。さてさて、今日はどんな知的な冒険が待ってるんでしょうか。今日はですね、世界中のスマホとか、コンピューターに向きてはならない半導体、その製造で、世界のトップを走る台湾の巨人 TSMC、そしてその創業者モリスちゃんに迫っていこうと思います。彼がこの会社を立ち上げたのってなんと56歳の時なんですよ。56歳で創業ですか。そうなんです。しかも今やもう世界経済を左右するほどのね、巨大企業を作ったと。いやー、それは驚きですね。普通なら引退とか考える年齢かもしれないのに。まさにそうですよね。しかも彼の道のりって輝かしい成功ばかりじゃなかったんです。作家を夢見ていた青年が数々の挫折とか、降格とも言えるような経験を経て、なぜどうやって世界を変える企業を作り上げることができたのか。そこにはですね、常識をくすぐるようなビジネスモデルと彼ならではの揺るぎない哲学があったんですね。台湾がシリコンアイランドって呼ばれるようになった背景にも彼の存在はすごく大きいんです。へえ、単なる成功物語ってわけじゃなくて、その失敗から生まれた戦略とか、彼を支えた、台湾の産業構造、いわゆるのエコシステム、そういうところも掘り下げていくんですね。今日の話を聞けば、なんかニュースでよく聞く半導体不足とか、TSMC っていう言葉の裏にあるそのドラマチックな物語が見えてきそうですね。そうですね。彼の人生そのものがなんかまるで壮大な戦略ゲームみたいなんですよ。最後まで聞いていただければ、きっとビジネスとか、リーダーシップに関する新しい視点、そういうのが得られるはずですよ。なるほど。では早速、核心に迫っていきましょうか。はい。まずはモリスちゃん。彼の若い頃から見ていきましょうか。1931年中国生まれで、戦乱を避けて香港なんかを経由してアメリカに渡ったのが18歳の時。そうなんです。で、ハーバード大学に入った当初、彼が目指してたのは、これが意外なんですけど、作家だったって言いますね。シェイクスピアが好きだった、文学青年が、なぜエンジニアの道に行ったのか。それは当時のアメリカで、そのアジア系の作家として生計を立てるっていうのが、厳しかった。そういう現実を感じたのがなんか大きな理由みたいですね。それで MIT、マサチューセッツ工科大学に移って機械工学を学ぶと。そしてですね、ここからが彼のキャリアの面白いところなんですけど、MIT で修士号まで取った後、博士課程の資格試験に2度も失敗しちゃうんですよ。へえ、2度もですか？普通ならもうこれ大きな挫折ですよね。でも彼は後になってこれを最も幸せな出来事だったみたいに振り返ってるんです。研究者の道が閉ざされたからこそ、そのビジネスの世界、半導体の世界へ進むことになったっていうことですか？まさにその通りなんです。彼は TI、テキサスインストゥルメンツっていう、当時最先端の半導体企業に入社します。ここで25年間働いて、半導体部門のトップ、さらにはグループ全体の副社長にまで上り詰めるんですよ。うわー。当時としてはもう異例の大出世でしたね。まさにアメリカンドリーム。他に、見えたんですが、ここでもまた大きな壁にぶつかるんですね。そうなんです。彼が研究開発にもっとお金をかけるべきだって訴えたのに対して、経営陣は短期的な利益を重視したと。さらにインテルの猛追なんかもあって、彼は徐々に経営の中枢から外されていくんです。最終的には品質責任者っていうある意味官職とも言えるようなポジションに移って、そして決定的だったのが明確な降格っていう通知だったんですね。あまり間を磨いても金にはならないと。そう悟って TI を去った後、別の会社ジェネラルインストゥルメントの社長になるけど、そこでもうまくいかなくてたった1年で解雇。部下の誰もあなたを望んでいないとまで言われたとか、53歳で失業して離婚も経験して、まさにどん底ですね。そうなんです。ただこの一連の挫折が実は次の飛躍への重要な布石になっていたというのが今日の話の核心の一つなんですよね。特に彼の TI での経験、
中でも無視された報告書の内容、これが後に TSMC の成功の鍵を握ることになるんです。無視された報告書ですか？はい。TI 時代に彼は日本工場の生産効率がアメリカの工場よりずっと高いことに気づくんですね。へえ。で、その理由を分析して人材の質と勤勉さが重要なんだって報告したんですけど、当時の経営陣はそれをまともに取り合わなかった。でもこの製造現場における人の力への洞察が台湾で花開くことになるんですよ。なるほど。その挫折の中に後の成功の種が隠されてたと。うんうん。そしてそのどん底にいた彼に台湾から声がかかるわけですね。1985年、彼が54歳の時です。台湾政府が設立した研究機関 ITRI 工業技術研究院ですね。そこのトップになってほしいっていう依頼だったんです。で、彼はこれを名を上げる最後の機会だって捉えて台湾へ渡る決断をするんです。でもここでもなんかすんなりとはいかなかったんですよね。アメリカ式の改革をやろうとして抵抗にあってまた失敗を経験すると。そうなんですよ。評判はもう地に落ちてしまって自ら辞任すると、まさに失敗続きですよね。でもこの ITRI 時代に彼は運命的なアイデアを思いつくんですね。それがファウンドリーモデルなんです。ファウンドリー。今ではもう TSMC の代名詞ですけど、具体的にはそれはどういうものなんでしょ当時半導体メーカーっていうのは自社で設計から製造まで全部やるのが普通だったんですね。これを IDM 垂直統合型デバイスメーカーって呼びます。でもシリコンバレーでは設計だけをやるファブレスって呼ばれる企業が増え始めてたんです。工場を持たない。そうそう。彼らは工場を持たないんで製造を IDM に頼むしかなかったんですけど、 IDM は自社の製品を優先しがちで、ファブレス企業はなかなか生産してもらえなかったり、不利な条件を飲まされたりしてたらしいんです。設計は得意だけの作る場所がないと。そういう企業が増えていた。なるほど。そこでモリスちゃんは考えたんですね。設計はやらないで製造だけを専門に請け負う会社があれば、ファブレス企業は助かるんじゃないかと。これがファウンドリー、つまり製造受託専門っていうビジネスモデルなんです。で、彼は ITRI のそのパイロットラインが高い生産効率、専門用語で言うとほどまり。ほどまり、良品率ですね。そうです。これを示していることに気づくんです。TI 時代に見た日本工場みたいに台湾の優秀な人材なら高い品質の製造ができるはずだって確信したんですね。はっは。TI で無視された人の力への洞察がここでつながったわけですね。誰もが工場を持つ必要はないっていう、まさに逆転の発想。そうなんです。でも当初は自社ブランドも持たないで下請けに徹するのかみたいに台湾政府の中での懐疑的な声が多かったみたいで、でも彼の粘り強い説得が実って政府とか、海外企業からの出資も得て1987年56歳で TSMC を設立するんです。さあ、いよいよ TSMC の誕生ですね。でもこの革新的なビジネスモデル、最初から順調だったわけじゃないんですよね。最初は本当に小さなスタートでした。新竹化学園区っていう場所の片隅で古い世代のチップを少量生産するところから始まって、初年度の売り上げなんか目標の3分の1しかなかったそうです。多くの人が成功を疑っていましたね。ですよね。ファブレス企業からすれば自分たちの命ともいえる設計情報を他の会社に預けるわけですからね。相当な信頼がないとそれは難しいですよね。まさにそこが鍵でした。モリス・シャンが徹底したのは顧客とは競争しないという原則なんです。これは日本語で言うと客とは競争しない。つまりお客様であるファブレス企業が設計したものを TSMC 自身が真似して自社ブランド製品を作るようなことは絶対にしないっていうもう固い約束ですね。その信頼をどうやって形にしていったんですか？まず設計には一切口を出さない。受け取った設計図通りに作ることにもう徹したんです。それから情報漏洩を防ぐためのセキュリティ、これが驚くほど厳格で、勤務時間中にカメラ付きの携帯とか USB メモリを持ち込むのは禁止。パソコンのネット接続も制限されてて、
果てはトイレに入るにも社員証が必要みたいな。うわ、そこまで徹底して TSMC になら安心して任せられるっていう信頼を時間をかけて築き上げていったと。そうなんです。そして時代が追い風になります。1990年代に入ると IT 技術が民生品にどんどん使われるようになって、NVIDIA とかクアルコムみたいな革新的な設計をするファブレス企業が次々に登場するんですね。彼らはもうこぞって TSMC に生産を委託したんです。なるほど。信頼っていう土台の上に時代の波がやってきたんですね。結果として TSMC は急成長します。創業からわずか12年で株式の時価総額が1兆台湾ドルを突破したんです。12年で。誰もが半信半疑だったファウンドリービジネスを見事に成功させたんです。この成功には NVIDIA のようなその重要なパートナーとの出会いも大きかったですね。NVIDIA との話は有名ですよね。若き日の CEO、ジェンスン・フアンがモリス・チャンに手紙を書いて、それになんと、モリス・チャン・ジムらから陣馬をかけたと。そうなんですよ。当時、まだ、無名に近かった NVIDIA の CEO に、大企業のトップであるモリス・チャンが直接電話するなんて、もう異例中の異例ですよね。この出会いがなかったら NVIDIA のその後の爆発的な成長もなかったかもしれないですね。ジェンスン・フアン自身も TSMC なしでは自分は中小企業の社長で終わっていかなんて語ってますから。もう一つの巨大な顧客がアップルですけど、これもまたなんか面白い経緯で関係が始まるんですね。きっかけはライバルのサムスン電子だったんです。2010年頃アップルは iPhone の心臓部であるプロセッサーの生産をサムスンに委託してたんです。でもご存知の通り、サムスン自身もスマートフォン市場でもう強力なライバルになってきた。モリス・チャンはここにチャンスを見出したんですね。競合相手に自社の最も重要な部品の製造を任せるっていうのは確かにリスクが高いですよね。そうなんです。それで彼はフォックスコンの創業者テリー・ゴーの仲介なんかもあって、アップルの CEO ティム・クックと直接交渉するんです。インテルも候補だったみたいですけど、最終的にアップルは TSMC を選んだと。今やアップルは TSMC にとって最大の顧客で、売上の2割以上を占めてるそうです。いやはや、こうして会社を世界のトップ企業に育て上げたモリスちゃんですが、74歳で一度引退するんですよね。年を取りすぎたって言って。でもそのわずか4年後、リーマンショックによる世界金融危機で TSMC の業績が悪化すると、彼はなんと78歳で CEO に復帰するんです。78歳で復帰、すごいですね。そしてその復帰直後に打ち出したのが、当時の年間売上の半分以上にもなるっていう過去最大規模の設備投資計画。周りがリストラとか経費削減に走る中でのまさに逆張りの経営判断ですね。周りからはもう狂気の沙汰だなんて言われたそうなんですけど、彼にはちゃんと明確な戦略があったんですね。景気が回復した後の需要増を見越して生産能力を増強する。それと同時に製品のラインナップを広げて、古い生産ラインも活用して収益を確保するっていう、非常に緻密な計画だったんです。そしてその狂気とも思われた投資が見事に当たると。そうなんです。スマートフォン時代の到来でプロセッサの需要がもう爆発的に増えたんですね。TSMC は増強したその最新の工場でその需要をがっちり掴んで、業績は V 字回復。株価も急騰して、ついには時価総額でインテルをも抜き去りました。すごい。モリス・チャンは TSMC がいなければスマホの登場はもっと遅かっただろうとまで語っています。彼の経営哲学でもう一つすごく印象的なのが、人を大切にするっていう姿勢。特に解雇はしないっていう原則ですね。これは日本語で解雇はしない、つまり従業員をクビにしないって意味ですね。これは彼の TI 時代の経験が元になってるみたいですね。不況の時に業績評価だけで従業員を解雇することに疑問を感じて、勤続年数っていうもっと客観的な基準を提案した経験があるそうです。彼は解雇っていうのは従業員の士気を下げるし、会社への信頼を損なうだけじゃなくて、景気が回復した時にまた新しく人を雇い直すコストを考えると経済的にも不合理だって考えていたんですね。なるほど。でもその原則が一度破られたことがあったと。彼が引退していた2009年の金融危機の際に。そうなんです。
後任の CEO が業績評価に基づいて800人以上を解雇してしまったんですね。うわこれに対して大規模な抗議活動が起こって、結局モリスちゃんが介入して解雇された人たちを復帰させて、成果評価を解雇の手段にはしないって約束したんです。この出来事が彼が78歳で CEO に復帰する、大きな動機の一つにもなったって言われてますね。従業員との信頼関係っていうのを本当に経営の根幹に据えていたんですね。そして彼は2018年、87歳で2度目の、そして完全な引退をすると、引退間際まで将来の最先端工場への投資計画を発表したりして、未来への布石を打ち続けていたんですね。さて TSMC の話をすると、どうしても地政学的な側面、いわゆるシリコンシールドの話に触れないわけにはいかないですよね。出ましたね。台湾が持つ半導体の製造能力が台湾を守る盾になってるんだっていう考え方ですね。そうです。世界の最先端半導体の多くが台湾。特に TSMC で作られている。だから、もし台湾で何か有事があれば、世界のハイテク産業、ひいては経済全体が大混乱に陥ってしまう。だから、どの国も台湾に手出ししにくいんじゃないかっていう、抑止力になってるという見方ですね。台湾の人々自身もこのシリコンシールドの重要性をすごく強く認識していると聞きますね。そうですね。ただこの状況は米中対立の中で非常にデリケートな問題もやっぱりはらんでいて、 TSMC 自身は最先端のプロセスは主に台湾で作ってアメリカ企業なんかに供給してるんで、直接的な影響は限定的かもしれないですけど、台湾の他の IC 設計会社とかにはやっぱり影響が出ている面もあるみたいですね。難しい問題ですね。ライバルのサムスンとの関係も興味深いです。サムスンの当時の会長、イゴニさんとの逸話があるとか。1989年の朝食会での話だそうです。イーゴニ会長がモリスちゃんに、メモリ半導体は莫大な投資が必要だから台湾には無理だ、諦めた方がいいってかなり直接的に忠告したらしいんですね。へえ、なかなかストレートな物言いですね。そうみたいですね。で、モリスちゃんはその後サムスンの工場を視察して、その技術力とか規模に感銘を受けて、メモリ産業の中心が韓国に移りつつあるんだなって実感したと。結果的に TSMC はメモリーじゃなくてロジック半導体のファウンドリーに集中する戦略を選んだわけですけど、それがこう支えたわけです。なるほど。イーゴニさんの忠告がある意味で TSMC の戦略を後押ししたとも言えるかもしれないですね。 TSMC 一社の力だけじゃなくて、台湾全体の半導体産業を取り巻く環境、そのエコシステムの力も大きいんですよね。まさにその通りです。韓国のサムスンみたいに一社で全部やる垂直統合とは対照的に、台湾では各分野の専門企業が協力し合う水平分業がすごく進んでるんですね。その中心になったのがさっきも出ましたけど、研究機関の ITRI です。 TSMC も UMC っていう別の大きなファウンドリーももともとは ITRI から生まれた会社なんですよ。設計専門のファブレス企業だと、例えばスマートフォンの頭脳部分で世界的なシェアを持つメディアテックとか、あとパソコンでおなじみのカニのロゴのリアルテックとか。そうです。で、製造を担うファウンドリーは TSMC や UMC、 そして製造の後のテストとか組み立てを行う後工程、これを OSAT って呼びますけど、その世界最大手がこれも台湾の ASE なんです。さらに製造に必要な特殊な素材とか装置を作る企業も育っていて、例えば EUV っていう最先端の露光技術で使うウェハー容器、ポットって言いますけど、これで世界シェア8割以上を持ってるグデンみたいな企業もあるんです。設計、製造、テスト、素材装置、それぞれのプロフェッショナルが集まって一つの巨大な協力ネットワークを作っていると。そうなんです。これらの企業が新滝サイエンスパークなんかに集まってお互いに競争しつつも協力し合っている。この強固なエコシステム全体が台湾の半導体産業の、そして TSMC の強さの源泉と言えるでしょうね。人材育成にもものすごく力を入れていて、高校から専門教育をやったりとか、もう国全体で産業を支えている感じです。いやー、モリスちゃんという一人の人間の波乱万丈の人生と TSMC っていう企業の驚異的な成長、そしてそれを支える台湾の産業構造、いや非常に奥深い話でしたね。
56歳からの再挑戦、数々の挫折を乗り越えた先に世界を変えるイノベーションがあったと。本当にそうですね。彼の物語って単なるビジネスの成功例っていうのを超えて、リーダーシップとは何かとか、逆境をどう力に変えるか、そして長期的な視点を持つことの重要性みたいなことを教えてくれますよね。特に顧客とは競争しないとか、解雇はしないみたいな彼の哲学は、短期的な利益だけを追いがちな、現代においてすごく示唆に富んでいるように感じますね。さて、今日の話の中でいくつか日本語を学んでいる皆さんにも役立ちそうなキーワードが出てきましたね。例えば、ほろまり、ぶどまり。これは製造業でよく使う言葉で、作った製品のうちちゃんと使える用品の割合のことでしたね。そうですね。それからファウンドリー。これは設計はしないで製造だけを専門に請け負う、そういうビジネスモデルとか企業のこと。TSMC がこのモデルを確立しました。あとは顧客とは競争しない、客格とは競争しない。これは TSMC の経営の根幹にある考え方で、お客様のビジネスを脅かすようなことはしないっていう、信頼の約束ですね。そして、解雇はしない。従業員を簡単に辞めさせないっていうモリスちゃんが重視した方針でした。これらの言葉を知っていると、経済ニュースなんかもちょっと見方が変わってくるかもしれませんね。そうですね。今日の話が皆さんの知的好奇心を少しでも刺激できていれば嬉しいなと思います。世界を動かすテクノロジーの裏側には常に人間のドラマがあるんですね。というわけで、今日のジャパニーズアベニューはここまでとなります。楽しんでいただけましたか？番組へのご感想とか、今後こんなテーマを掘り下げてほしいといったリクエストがあれば、ぜひコメントなどで教えてくださいね。この番組が気に入ったら、ぜひチャンネル登録、購読、いいね、そして通知設定をどうぞよろしくお願いします。それではまた次回のジャパニーズアベニューでお会いしましょう。さようなら。さようなら。